テキラノジョンです。今回ね、ナビブスサベージ HN というクランですね。ちょっとね、取ったんですけど、取り直しになってしまってね、2度目のね、僕は解説になるので、どういったアタックがあるからね、知ってるんですけども、結構ね、対戦相手も強いクランになってました。早速やっていきましょう。はい、先行対戦相手の方から61天才のラバルですね。よいしょ。どこに打ってくるのかというところなんですが、3時の対地クロスと投石機レイジターのところを追っていきます。7発使って投石まで降り切る方が良かったんじゃないかなっていう感じ。このロイヤルチャンピオンのルートだと、どうなんですかね。このアーチャータワー壊したところで戻る算段があったのかな、ちょっとわかんないんですけど、7-1で落とし切った方が絶対いいですよね。大工がかかっているので、7-1で落とし切っちゃった方が今回は良かったんじゃないかなというところ。もしかしたら、なんかアーチャータワー終わった後になんかロイヤルチャンピオンの方戻ってロイちゃんで投石降りつつロイちゃんぶつけたかったのかちょっとわかんないんですけど、プランとしてね、それってテスラ1本でこうなってインビジブルとかも持ってきてないので、崩壊してしまうプランなので、罠ケアができてない攻めになりますね。それによって、投石が残りつつ、ロイヤルチャンピオン残りつつっていう形が生まれているので、ケチらず7-1打つ必要がある部分だったかなというところですね。さあ、クロークも吐きつつ、ゴーレムを盾にキングの方も溶けていきました。ウッドランチャーで奥のマルチ IT まで降りたいですね。さあ、ラバルパートは9時からスタートしていきます。マルチの方にウッドランチャーはこれ触れられることなく、ゴーレムとか他のユニットでターゲットが取れてるので、しっかり降り切れましたね、ウッドランチャーで。さあ、アイスラバつけつつ、ラバハウンドは、ホーミングヒットして、おお、めちゃめちゃヒットしたね。ちょっとアイスラバのパピーが出ないのは痛いですね。さあ、いいレイジトームでタウンホールを突破していきつつ、これで裏がなければね、非常に綺麗なんですけども、さあ、スケルトンの呪文を使っていって、あとはここ、ロイヤルチャンピオン処理というところなんですが、いや、これ絶対7発で良かったでしょう。非常に微妙なライン。さあ、これちょっと早まったストライカー。もったいないですね。大砲がね、残ってたのと、角度をもうちょいつけて出したかったですね、これは。ワンチャンね、アップデートを知らなかったって形はありますね。7発必要になったことを知らないで天才打った可能性はワンチャンある。その可能性は結構ありそう。皆さんも知らない人いたかもしれないですね。天才は投石機71になりました。知らない人は僕のアップデ動画を見てない人です。はい。さあ、援軍から出てきたのはイエティとエレクトロタイタンというところですが、ここは投石機まではなんとか降り切っていきました。フェニックスはやられてしまう。さあ、イエティはおでん像のタゲを取れるかどうかというところですが、ここで壁を殴っていく。さあ、どちらにしろおでん像にね、イエティ全部入って折れたとしても、グランジョが残ってしまいますので、時間切れ 98% です。いや、うまかったんですけど、めちゃくちゃ惜しかったですね。ちょっと天才の部分、非常にもったいない部分だったかなというところが感想ですね。さあ、森尾さん、スーパードラゴン。バルーンとドラゴンライダー当ててイーグル砲を狙っていくような使い方ですね。さあ、ジャイバルーン、ジャイベビドラで、ここはなんか、ベビドラのみで、ビズト、いいのか。ビズ島まで当てたかったようなイメージなんですかね。ちょっとベビドラの方は上に行ってしまいました。そしてここでアーチャーが1体だけ連れてドラゴンライダーが撃たれていきます。シューターの方は6時展開してと、かなりサイドカットに時間を重きを置いて、しっかり削っていくような形ですね。こういうテスラもね、しっかりチェックしないと見えない部分なので、発見しているのはナイスですね。さあ、イーグル砲が降りきれないと判断して、これアーチャーもしかしたら気づいてない可能性ありますかね。時間の方を気にして先に出した可能性もあるって感じかな。アーチャー処理するとすると、このガーゴイルにアーチャーを一旦寄せてから処理するっていう形を取るのが基本かなというところですが、イエティがここから来るんですよね。スケルトンの呪文を置いてからスーパードラゴンを展開していきます。ここもベビドラサイドカットと。
で、ここいいトームですね。しっかり離れたスーパードラゴン。ここレイジトームがかかる位置。このレイジとトームのね、タイミングが非常に良かったですね。ただ、スケルトンに反応して、1体スーパードラゴンは大脱走していきます。すでにトームは打っているので、レイジフリーズでタウンホールを落としつつ、キングをスタートしていきました。援軍で出てきたのはスーパーガーゴイルなんですけど、エレクトロタイタンをね、めった打ちしてましたね。中心モノリスフリーズかけてここを落とせるかどうかですね。タウンポイズン、ここからもろに受けつつのモノリスなので、さすがにこれは呪文なしだと突破ができないというところ、援軍がまだ出てないんでね。ストライカーとか入れて援軍を釣りに行くか、ロイヤルチャンピオンぶち当てるかですが、今回はロイヤルチャンピオンぶち当てを選びました。さあ、アイスゴーレムが乗ってきますが、ここでインビジブルを使って援軍を処理していきます。処理というか、かわしていきます。はい、ここでモノリスの方をぶっ飛ばしつつ、スーパードラゴン、最初に流れたやつがここで生きて帰ってくる。さあ、ここでフリーズを両方にかけてロイヤルチャンピオンを延命する判断。ビストでね、キングのターゲットを拾ってくれてますね。うまい。その隙にスーパードラゴン、あのロー HP で、なんと対地クロスを突破します。いやー、さすがにここは厳しいか。97というところ、ロイヤルチャンピオンは落とされてしまい。いやー、めちゃくちゃ惜しいですね。ほんのちょっとの差で、前回に行ったり行かなかったりしそうなアタックですが、97%。かなり惜しいアタックが続きまして、破壊率の方はね、1% だけ対戦相手がリードしているという状況です。さあ、対戦相手、クイヒーホゲ、どこから何をするかという形ですが、6時の方からクイヒー展開して、まずはバルーンでアーチャータワーを切っていきます。多分このバーバリアンは、ミスったやつだと思いますね。今、こっちのね、アーチャータワーにバーバリアン出してたので、ホーミングチェックのバルーンと間違えて、そのままバーバリアン出ちゃった形かな。ホーミングチェックのバルーン、これがラストですね。投げ込んでいってからの突イエティ。ちょっとね、リスクもある突撃艦なんですが、しっかり届かせていって、対地クロスのところ、マルチ IT のところ、援軍釣り。しかもね、今、イエティがね、ちょっと援軍に反応してね、大脱走を仕掛けてたんですけど、しっかり戻っていく、この上振れ、イーグル砲までなんと折れていきます。これは超上振れましたね。このフリーズちょっといるかどうか微妙ってか、絶対いらなかったですね。いらなかったフリーズですが、まあ、一応、ロケバルの方もケアしてというところでフリーズをかけていきました。防衛施設のね、ターゲットが迫撃砲しか入ってなかったので、まあ、ある程度一時的にね、HP 落ちても回復できそうでしたね。そういう意味で必要がないといったところです。キングの方でサイドカット、クイーンのカットもしつつ、クイヒーのためのね、ルート整備と相手のクイーンを処理することで、クイヒーに対する被弾が落ちましたね。さあ、投石機突破しつつ、この安いからのボムタワー系うまいですね、これ。めちゃくちゃうまいです。普通に見たときにここダミー壁になってて、ボムタワーに一発でね、ウォールブレーカーつけることができないので、ここをウォールブレーカーで開けようっていう発想になかなか至らないかなっていう感じなんですけど、このエアスイーパーを折ればボムタワーのところウォールブレーカーつけれるじゃんって気づいてるところ、気づいた発想というかそういったところがね、非常に頭がいいというか、目の付けどころがね、シャープだったポイントかなと思います。さあ、巨爆、小爆弾。殺意のホグトラップになってるんですが、ここはしっかりトームでかわしていく。使ってる対戦が多いので、もしかしたら罠とかもね、把握されてるかなというところで、ここはね、初手トームでしっかりかわされていきました。本来もうちょい奥で貯めたいトームだからね、これはね、結構罠知ってる可能性はありそうですね。さあ、裏にスケルトンホグ。ここはターゲット取ってあげて、レイジがね、ここはホグに打っていきます。クイーンの方はクロークで足りるというところで、うまいですね、この判断も。ここでクロークでしっかりキングの方も巻き込みつつ、裏の方もホグ合わせてロイヤルチャンピオンが能力回って、あとは回収 GG ですね。うまい。これうまいっすね。めちゃくちゃうまいです、これ。非常にいいクイヒールート。突イーティはね、本当に上振れたので、これはなしないでちょっと大事故にもなりかけてたんですけど、これはめちゃくちゃうまいクイヒールート組まれましたね。うまい。この穴系うまいですね。このルートめっちゃ強い。ガーサス。若干リスクあるアタックではありましたが、ナイス全開でした。さあ、ガククイヒーラバレ。3時にクイヒースタートさせつつ、突撃艦、突イエティの方でね、援軍釣りつつマルチロイヤルチャンピオンというところ、ここはレイジ欲しいところですね。
クランジョが結構遠いというところで、しっかり余力持ってね、イエティに奥まで行って援軍釣り行ってほしいので、レイジ必要というところで、確かクランリーグでこれはね、ラビさんがやってた配置に、同じか全く同じかちょっとわかんないんですけど、前攻めてる配置でしたね。このね、9時のタウンホール区画が非常に空に対して弱くて、空を攻撃できる防衛施設が1個もないというか、対空砲を除いたら1個もないじゃないですか、今これテスラ生えてこない限りは。これが非常に弱点ですね。コウモリバルーンとかで突破してあげたりとか、シンプルに対空砲を追ってあげれば、何でもあとは回収し放題っていう区画になっているっていうところが弱点ですね。今回はラバルでタウンホールを取っていくような形でやっていきましたが、このインビジブルタワーのうまい解除法とかないんかな。さすがに遠すぎてちょっと解除が難しいか。その時はね、タウンスニゴブとかでタウンホール突破しつつ、この辺を空のも防衛施設がないので、対空砲投資者とね、無双できるみたいな作りをしてましたが。キングロイヤルチャンピオンなんですが、ちょっとロイヤルチャンピオンのカットが遅かったので、クイーンの方にね、戻したかったキングの動きだと思うんですけど、ここは流れてしまいます。クイーンの方はね、黒く入っちゃったんですけど、非常にいいルートになってますね。さあ、フリーズかけてストライカーを通して、インビジブルまで使って、ストライカーの延命も兼ねている。この判断うまいですね。こういったちょっとミスった後の対応みたいなところがね、ガクの一番うまいところですね。選択肢の幅が、そもそもプランのところでね、めちゃくちゃ広いっていうのもあるんですけど、プラスでね、状況の判断がめちゃくちゃうまいですね、ガクは。タウンホールのところフリーズはもうすでに使ってしまってるので、ここでインビジブルタワーの解除ができず、ここで消えてしまいます。消えてしまったタウンホールですが、トーム中にバルーンが帰ってきてくれて、落としていくことに成功。あとは数で押し切っていきます。クイーンもロイヤルチャンピオンもね、能力使い終わってしまっているので、ここで落とされてしまうんですけども、あとはバルーンの数で足りるよというところですね。これがね、クイヒーラバルを選択した理由だと思いますね。マルチ IT は突撃艦で1本、クイヒーで1本、キングクイーンで、キングロイちゃんで1本、投石機が2本とも取れる、タウンホールはトームを使う、あとはね、ハイダメージの防衛施設が残ってないので、ラバルで数で押せば余裕ですというのがね、今回のプランでした。対戦相手、スケルトンインビジブルコウモリ、アビーチさん。大学1年ぐらいの時にめっちゃ聞いてましたね。今回のスケルトンインビジブルはどこを狙ってくるか。クランジョプラスでどこを巻き込むかですが、来ない。なかなか来ない。さあ、いいタイミングですね。レイジとインビジブルが同時に落ちていきつつ、おそらくマルチ IT を狙ってたと思うんですが、今回マルチ IT を2連続で隠してしまって失敗。さあ、クランジョと対地クロスは成功しました。マルチ IT 入りかけてたんですけど、これもう1枚インビジブル使えば多分マルチまで取れたんじゃないかなと思うんですけど、今回はインビジブルは使わない判断で残していきました。いけたと思うけどな、今の。さすがにでもね、3分の2初手で外しちゃったらもうマルチはもうしょうがない失敗かなって見捨てていく判断っていうのもね、結構、仕方がないかなっていうところなので。さあ、アイゴレを先頭にキング、ストライカーを添えてキング VS キングを作っていきます。ジャイアントも添えつつ、反対サイドはロイヤルチャンピオンウィザードでサイドカットをしていきます。ストライカーも合わせていって、どうでしょうね。ここワンチャン、ロイヤルチャンピオンにつけるペットとかね、ポイズンリザードとかもワンチャンありだったかも。ディギリでどっちにしろここまで伸びるんで、あんまり変わんないんですけど。さあ、このヒーローパートうまいですね。キングの方がなんかインビジブルなんだそのインビジブル。大工に寄せるインビジブル打ったんかな。クイーンが流れないようなインビジブルを作ったつもりだったのかな。もともと戻ってそうでしたが、バルーンからのボマーを使っていって、このモノリスおでん像のとかね、単体の防衛施設しかないので、ここをバルーンのみで突破させていくような感じですね。まずラバ1からのバルーンを投げて、ボマーで突破させて、オーデンは下から投げていきます。これね、結構、タウンホール14の頃からあるですが、ウォーデンの角度を変えて、ストライカートーム。しかもこれ、アイスラバーもかかるタイミングで非常にいいトームとウォーデンの出し方でしたね。これによって6時の方もアイスラバーが無敵化して、バルーンが通りつつ、
中心部はフリーズヘイスト。素晴らしいフリーズ。両方のマルチインフェルノをね、フリーズで凍らせつつ、ヘイストに乗ってバルーンなんですが、マルチの方には向かってくれません。さあ、マルチインフェルノが残るかどうか。このマルチね、初手で取れなかったのが非常に重くのしかかってますよ。さあ、頑張れ、マルチインフェルノ。ソラスケルトンもね、かなり出てきて、これは、バルーンの方は、オーデンの方も結構落ち着く。ここで赤バックヒット。さあ、マルチ ITVS というところ、ヒーロー、ウォーデンがね、残ってるんですけど、素晴らしい。ここはソラスケルトンからの赤バック。一発受けたんですけど、ここも赤バックバルーンに吸われていって、さあ、オウルを落とせるかというところ、渾身の一撃。いや、めちゃくちゃ惜しかったっすね。もうちょいで防衛ができそうだったんですけど、相手はうまかったですね。初手のインビジブル、スケルトンコウモリがね、決まってれば、もう余裕で行かれてたかなっていうところでした。プランとしてかなりいいプランでしたね。非常に強いね。さあ、カズマくん、クイヒーホグなんですけど、すげえ外周部にホーミングありましたね。しっかりここはホーミングチェックしといてよかったポイントです。あれ見たらちょっとね、警戒しちゃうよね。さあ、ちょっとテスラも出たことによって施設5タゲになったので、これはレイジをかけますが、間に合わず、クロークが出てしまいます。さあ、そしてこれプラン通りかわからないんですが、クイーンが投石区画に入っていきます。これを分かってやってるのか、入ってしまったという形なのか、ちょっとわからないんですが、スタートしていって、ここはクイーンにもかかるようにポイズンかけつつ、ウォールブレーカーうまいですね。これ流れてクイーンが入ってしまった体でやってるんだったら非常にいいカット。キングの方を流していくんですが、ここはホグウィザードとサイドカットも非常にうまいですね。ホグウィズからのサイドカットでキングの方を内側に誘導。レイジタワーとかもここで解除ができそうですかね。さあ、キングの方で対1クロス、オデンゾ、オリッツ、フリーズかけていきますが、インビジブル間に合わずクイーンが落ちてしまいます。これ痛すぎる。さあ、ここからフリーズ、ウォーデンの方で、フォームをかけつつ、突撃艦でタウンホールケアをしていきます。ここでトーム。レイジタワー長すぎてまだレイジ乗ってますね。タウンホールの方に突撃艦レイジをかけるか、フリーズをかけるか、ちょっと中身次第ですね。さあ、出てきたのがなんとここ、スーパードラゴンが出てきて、びっくりですね。元々のプラン、どういうプランだったのかちょっとわかんないんですが、スーパードラゴンです。ワンチャン、なんか6時に流して食い火回して、この第1クロス、タウンホールってところに突撃艦投げるみたいなプランだったかもしんないかなって見てて思いましたが。さあ、あとはロイヤルチャンピオンにヒーラーがついてフリーズ。さあ、ストライカーの方がね、ここから合流していきます。間に合うか。もう一度フリーズをかけ直して、今度は大砲までしっかり決めていく。ストライカーしっかりキングの処理をやってくれまして、ロイヤルチャンピオンの延命ができました。さあ、ただここ、マルチ IT でヒーラーが焼けてしまったので、ロイヤルチャンピオン落とされていってというところ。いや、めちゃくちゃ惜しいですね。これ、リカバリーでここまで持っていくのはえぐいですね。食い火がくるっと中に入ってしまうことは想定してなかったんじゃないかなっていう風に思ってるんですけど、突撃艦の使い道が他になくなるからね。もしかしたら、なんか安直に砂毛の突撃艦投石ボッカーンとか、なんかそれだったら今ホグで貫通してそうだから、なんかマルチとかこの辺に弱いね、わかんないね。基本的には食い火入っちゃったなーって感じなんじゃないかな。どうだろうわかんない。とはいえね、かなり PS の高いリカバリーが強いられたところでしたね。対戦相手ね、スーパーアーチャーかと思ったんですけどね、これガゴだったっすね。花火でした。花火型のラバルになっております。さあ、これめちゃくちゃ懐かしいですね。僕がね、世界大会で練習してた戦術で、決勝戦でも使った戦術ですね。初手に花火をぶっ飛ばしつつ、ここバルーンで投石区画まで突破していくような形。ちょっとね、この攻め見て懐かしいって思いました。タウンホール14のことを思い出す。最後の方めちゃくちゃ練習してたんでね、このタイプの戦術。タウンホール、モノリス、グランジョ、マルチ IT というところ、初手の花火なんですけど、非常に伸びてます。さらにここインビジブルをかけていって、クロスボウまでなんとこのガーゴイルが伸びていって処理をしていく。ロイヤルチャンピオンも軽く触れまして、だいぶ処理ができましたね、これは。
ここから12時スーサイド。3ヒーローも早くも展開してます。スキンはすべて統一してますね。わかる。これいいよね。このスキン。キングクイーン、ロイヤルチャンピオン。エレクトロタイタンもね、一応、外周部歩いてますね。マルチ IT までロイヤルチャンピオンで突破したいところ。ブーメラン飛ばしていって、これね、3時の宝石とクイーンのところなんですけど、スケルトンの呪文を使って延命しつつ、ロケバル3体で対空砲まで折るようなイメージかな、これは。ストライカー投げてくんですが、ここは巨爆ヒットで一度やられ、ロイヤルチャンピオンのところ。もう一度ストライカーを投げ直していって、ここはクイーン処理までできつつ、バルーンが宝石の方に入っていく。うまいですね、これ。さあ、アイゴレバルーンを下側使っていきます。このアイゴレでこのマルチ IT を潰していくフリーズですね。もう一度アイスゴーレム通してキングにボコってもらうことでフリーズを作ると。いや、このフリーズの作り方うまいですね。いいアイスゴーレム2連発で、特にね、初手で突撃艦に呪文をだいぶ割いてるというところで、このフリーズマジで大事なんですよね、終盤の。さあ、キングとリクスケルトン大量に出たんですが、エレクトロタイタンがここまで生き残ってくれたことで、リクスケは一瞬で処理されていきました。さあ、エレクトロタイタンとフェニックスキングで最後回収をしていって、クイーンもクロークを持ってたので、ここまで合流しまして、ナイス全開。うまいっすね。対戦相手非常にうまいですね。ナイス全開。さあ、クラスクイヒーのスーパーホグ61天才を添えてって形なんですが、しっかりね、見てた人ならね、クランリーグの方で弟子さんがね、この配置実は攻めてまして、それもね、61天才のクイヒーなんですけど、全く同じやり方で攻めていきます。ユニットが違いますね。実際はね、クイヒーのドラゴンライダー採用だったんですけど、ここをスーパーホグに変えてというところですね。もしかしたら、前回リプレイとか見て、それを気づいてって可能性はありますね。結構、新入りというところでね、デッサン自身が、どんな攻めするのかっていうのは、クランメンバーからも注目されてた部分はあるかもしれないので、結構見られてたかもしれないですね。シューターを12時に置くために、ジャイウィズカットからのウォールブレーカーチェック。で、6時にクイヒーを誘導していきます。この後ね、ボムターンのところにウォールブレーカーをつけるとタウンホールが打てるようになるので、61の方もね、モノリスト伝蔵、サイドカットと兼ルート作りっていうところになってました。天才ね。キングでクイーンの方を拾いつつ、ストライカーも添えてるので、キングへの負担はかなり少なくなってますね。で、この後、ボーラーサイドカット入れて、ウォールブレーカーで、投石に誘導するイメージですね。さあ、ゴブリン2体もしっかり、ここはサイドカットでキングの無駄なね、打ちを減らすことで、被弾を減らしていくと。さあ、ウォールブレーカーしっかりクイーンつけつつ、援軍当たっていって、きっちり通っていく。さあ、投石なんですけど、キングは先にリクスケルトンに捕まっていくので、ギリギリのところを落とすことができません。さあ、フェニックスのも伸びず、投石までは伸びませんでした。そして逆サイドがね、タイチクロスに捕まるというね、非常に足長いですね、あいつ。さあ、出てきたのはスーパーホグライダー。さあ、展開していきます。ウォーデン出てない。3時からスーパーホグなんですけど、ウォーデンがここで間に合わせていく。さあ、そろそろトームをかけるタイミング。レイジトームこっちに打ちそうだけど、ここでトームをかけていきます。いいトーム。クイーンの方はね、ヒーラーの方がここで悪爆ヒットも入りつつ、黒く持ってるので、クイーンの方は捨てかな。さあ、対地に、もう、マルチ IT にフリーズをかけることで、ハイダメージを抑えつつ、レイジの方はね、残してたので終点になりそうかな。このタイミングでなんとね、手元に通常ホグライダーがまだ10体残ってるというところで、このホグのタイミングと位置が非常に良くて、ロイヤルチャンピオンの盾にするイメージですね。さあ、レイジをかけていって、ここでフリーズとかね、インビジブルがないので、レイジはあるんですけど、ホグで盾にしていかなきゃいけないロイヤルチャンピオンを守る呪文がないので、そういった意味で今のホグはね、盾にするホグでした。非常にいいタイミングでしたね。さあ、ここで回収ができまして、ナイス全開というところで、これは非常にプランも良かったし、いい全開ですね。ナイス全開。バーサス。なんと対戦相手が非常に強くてですね、4分の3全開取っておりまして、1本 98% でしたね。対してこっちがね、4分の2全開しか取れてないというところで、このアタックを
守らないと逆転ができないというアタックになっています。さあ、その上でのラストアタック。しかも破壊率がね、初手の 98% 対 97% っていうところで 1% 負け。カズマくんが80いくつだったかな ?8 とかだったので、相手の破壊率は87か。87で同点だから 87% 同点か。88取れば勝ち確っていうのが相手のアタックかな多分。さあここでクロークとレイジが被っていきます。これ非常に大きいですね。さあ、ストライカーキングに合わせていって、なんとここでストライカーにヒーラーがつくことで、ヒーラーが前のめりに入っていきました。さあ、ユニコーンがこれクローク使ったタイミングでターゲットを取ってたので、なんとここで投石がヒーラーを打ち続けます。さあ、気づいてるかこれはインビジブルを使っていきますが、ヒーラーが落とされていき、このインビジブルタイミングが最悪だったので、パピーが全てチリジリになります。さあ、これは焦る焦る。さあ、クイーンの方もウォールブレーカーつけますが、どっか行っちゃうし、シューターもパピーによって破けるし、キングもパピーによって破ける。ヒーラーが投石機に撃たれていって大事故です。ストライカー大先般ですね、あいつ。投石のスプラッシュダメージがストライカーについたことによって、ストライカーがね、HP 減ったんですよね。それによって回復対象になってしまい、一瞬吸ったっていう感じですね、ヒーラーの動きを。さあ、キングも止まり、シューターも終わり。これはかなり絶望的な形、リクスケルトンにも捕まり。さあ、これは困った。どうしようもない状況になってしまいました。ここからのリカバリー絶望ですね。サラバルパート9時から始めていきます。かなりきつい、これは。さあ、ヘイストをマルチ IT 前に打ってフリーズかけつつ、マルチ IT までこれ突破させていく。これうまいですね。罠とかテスラとか赤バクとかあるとまたいろいろちょっと変わってくるんですが、ここはしっかりヘイストをかけたことでしっかり突破していきました。そしてタウンホールが起動していません。ここで起動しますが、タウンホールを落とすことができず。さあ、こうなると6時ロイヤルチャンピオンでサイドカットしてバルーンでタウンホールを狙いに行くような形ですね。フリーズなんですけど、対地クロスを外してしまいます。さあ、もう一度フリーズ、これも外していくと。いうことで、めちゃくちゃいい防衛になりそうですね。破壊率の方は、規定のラインには到達せず。これは痛すぎるな。対戦相手がね、非常に前の4人が強くて、いい感じでしたもんね。この人もね、同じぐらいのクオリティがあるならば、結構、いい破壊率にはなってそうでしたが、77% の防衛です。さあ、ラストアタック。前回を取れば逆転というところで、選んだ戦術は、花火、星3。これもね、花火でした。さっきね、対戦相手がやってたような感じで、初手にね、おでんをトームかけつつ伸ばしていくようなイメージでやってくるんじゃないかなというところなんですけど、タウンホールを狙うわけではなく、途中で止めていくような場所ですね、これは。さあ、トームかけつつ、エアスイーパー。ここもね、同時にやっていくの結構難しいですよね、意外と。さあ、もう早くもクイーンを展開していくことで、ウォーデンをターゲット拾って、活かしていくようなイメージですね、ライフオーラを。さあ、ここで、花火の方もしっかり同時並行で進めていきます。うまいですね、この辺。同時並行でやることでね、このウォーデンを再利用できるというところで、マルチインフェルノも降り切ることができました。かなり際どいところですが、このマルチインフェルノまで降り切るのはマジででかい。スーパーガーゴイルの方もやりつつ、ここでイーグル砲を打っていきます。アーチャー、ナイスフリーズ。クイーンはアーチャー処理をしまして、ここでキングとぶつかるところ、ストライカー添えていく。おでん、陸おでんなんだ、これ。めっちゃ空飛んでそうな雰囲気だったのに。それで引っ張ったのね。なるほど。さあ、ウォールブレーカーで道を作りつつ、これね、タウンホールをね、ウォーデン使わないラバルで取っていきます。うまいっすね。さあ、ここからウォールブレーカー使って、なんとこれ、奥のロイちゃんマルチまでヒーローで見ていくというところでね、昔のトツビズラバルやってた頃の星さんっぽい攻めが飛んできてますね。ストライカーのタイミングも完璧で、ここはロイヤルチャンピオンの方をしっかりゼロダメージ処理。
タウンホール起動する前にすでにラバルパートスタートですが、アイスラバがまずはフリーズを作ってくれました。からのフリーズヘイストでタウンホールを落としていきます。ソラスケ出てきてますね。から残しておいたらバルをスタート。必要最低限タウンホールを落とせればいいというだけのバルーンでね、まずはタウンホールを落として、残ったところをしっかり突破させるという意味ですね。ジャイアントは陸の防衛施設のターゲットを拾ってくれるような意味合いかな。ストライカーでクイーン処理しっかり間に合いつつ、あとはモノリスとエアスイダイクというところが戻ってるんですけど、なんとこれクイーンがモノリス撃てるんです。これはマジででかい。これ撃てるのはちょっと配置としてね、弱点になってるんですけども、内側から、ね、別の区画からモノリス撃てちゃったことでね、バルーンを落とす防衛施設がこれでなくなっていきました。いやー、ちょっとギリギリな感じでね、際どいアタックでしたが、もうすべてを完璧にこなしたので、しっかり全開取っていきました。ナイス全開で大逆転勝利です。はい、というわけでね、終わりました。13対13ということで、かなり危ない対戦だったんですけど、ストライカーに救われましたね。果たしてやらかしてたのはストライカーなのかヒーラーなのかって問題ですが、どっちかっていうとヒーラーの方がやらかしてましたね、あれは。お互いにね、非常にクオリティの高いアタックが何本もあって、すごい見応えのある対戦でしたね。ちょっとね、僕はね、知らないクランだったんですけど、カベージ系って結構レジェンドリーグで見るような名前だったりするので、その辺の人たちがやってるのかな。非常にうまかったですね。結果的にはね、破壊率での敗北になっちゃったんですけど、同じくイヒーが死んでしまった形、リカバリーが必要な攻めだったけど、カズマくんの方がね、非常にうまいリカバリーで、前回になってないけど破壊率を伸ばしたことで、破壊率での勝利ができてて、こういったところもね、結構地味ですが大事なのでね、非常にいい結果につながったんじゃないかなと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いしましょう。その